ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さてレ夢ム、前回の動画ではカバディ上級者の何が優れているのかについて説明したよな。そうね。率直に結果を見てどう思った？まあ前回の研究は、運動能力や身体能力を、幅広く扱っていたから、もうちょっと細かい解説が欲しいとは思ったわね。そうだよな。ただ、木を見て森を見ずということわざがあるように、細かいところを知っていくためには、まず全体を把握することが重要なんだ。確かにね。それで今回はその細かいところというのは何を教えてくれるの？前回の動画でも何度か出た筋パワー、筋肉の爆発力についてだぜ。そもそも筋肉の爆発力って何なの？例えば100キロのベンチプレスをするとき、1秒で上げて1秒で下ろす人と、10秒かけて上げて10秒で下ろす人とでは、1秒で上げる人の方が筋肉の爆発力が高いと言えるんだ。つまり瞬間的に高い力を出すことができる能力を、筋肉の爆発力というのね。そういうことだぜ。ただ勘違いしてほしくないのは、10秒で上げる人は決して劣っているわけではなく、筋持久力が高いんだぜ。筋持久力？ただこれも今回は説明する時間がないから、詳しくは側近、チキンで調べてくれだぜ。わかったわ。そこでレ夢ムには、筋肉の爆発力が他の要素にどのような影響を与えているのかについて解説するぜ。それは気になるわね。それで今日は、3つの論文を紹介するぜ。また随分と気合が入っているわね。でも内容はシンプルだから安心してくれだぜ。まず最初に紹介するのはインドのシバシャラナッパ、ダサッパ、ヤーギさんとバイラディ博士が発表した、選択された運動フィットネス変数とカバディプレイヤーのプレイ能力との関係だぜ。ちょっといきなり長文すぎて理解が追いついていないんだけど、どんな研究なの？まずインドのグルバルガ大学に所属しているカバディ選手のうち、カルナータカ州の大学対抗トーナメントに出場したことのあるカバディ選手100人が無作為に選ばれたぜ。ちなみに選ばれた選手の年齢は18歳から25歳の間だったぜ。それで何を計測したの？まずポイントだけ話すと、タッチスキルやフットワークなどを3人の専門家が計測した総合的なカバディのプレイ能力、筋肉の爆発力は立ち幅跳びで計測されたぜ。他にもスピード、心肺持久力、柔軟性、相手に対して適切なポジショニングが取れるかというコーディネート能力が計測されたぜ。そしてそれぞれの能力がカバディのプレイ能力に対して、どの程度相関があるのかを調べたぜ。なるほどね。結果はどうなったの？まず結論から話すと、カバディのプレイ能力に最も大きい相関を示していたのは筋肉の爆発力だぜ。他の能力はどうだったの？他の能力もカバディのプレイ能力に相関を示していたんだが、筋肉の爆発力、つまり筋パワーが一番高い相関を示していたんだぜ。そしてこの論文をまとめるとこんな感じだぜ。カバディには色々な能力が必要だけど、その中でも筋パワーが重要なのね。ただここからは論文には書いていないウプ主の意見なんだが、今回筋パワーの計測として用いた方法は立ち幅跳びであって、あくまで足の筋肉の爆発力なんだぜ。つまり腕の筋パワーの測定は行われていないのね。そうなんだ。そして次の研究も足の筋パワーについての論文だからそこだけ注意してくれだぜ。続いて紹介するのは、これまたインドのアナンド S. バット教授とスーニル H. ラワレさんが研究したカバディのプレイ能力に対する高さの爆発力と強度の耐久性の相互関係だぜ。もう長文には慣れたわ。それで、これは何を調べた研究なの？これは先ほどの研究よりもさらに測定項目を絞っていて、大学のカバディプレイヤー15人から、身長、筋パワー、筋持久力、カバディのプレイ能力の相関を調べた研究だぜ。それぞれの項目はどうやって計測したの？レ夢ム、お前どんどんツッコミを入れられるようになったな。まずカバディのプレイ能力は先ほどの研究と同じく3人の審査員が測定し、筋肉の爆発力は垂直跳び、筋持久力は腹筋の回数で測定したぜ。つまりここでの筋肉の爆発力も、足の筋肉の測定ってことね。そういうことだぜ。そして得られた結果で、積率相関係数を調べたんだぜ。積率相関係数？まあ、これもウィキペディアで調べてほしいんだが、簡単に説明すると、さっきの研究ではカバディのプレイ能力だけとの相関関係を調べたのに対して、今回の研究では、すべての項目同士の相関関係を全部調べたって意味だぜ。スポーツなんかで行われる総当たり方式みたいに調べたってことね。さすがレ夢ム、理解が早いな。それで分析結果なんだが、こうなったぜ。左側の項目が上から身長、筋パワー、筋持久力、カバディプレイ能力なんだが、すべての項目に相関関係が見られたぜ。その中でも特に、筋パワーとカバディのプレイ能力には高い相関関係が見られたぜ。それでは今回の結果をまとめると、こうなったぜ。なるほどね。
よくわかったわ。でもなんか前回と同じでカバディには筋肉が必要って結論でいいのかしら？そうなんだがレイム、何か不服そうだな。いや、前回の動画と同じ内容だなと思って。それじゃあレイムには筋パワー分析のアプローチを変えた論文を紹介しよう。それは何かしら？最後に紹介するのは、K. デバラージュさんと A. ニーディラージャさんが発表した、大学レベルのプレイヤーの間で選択された人為的及び物理的変数からのカバディのプレイ能力の予測だぜ。それで結果はどうなったの？結論まで最短距離で行こうとしている。だって今までの研究と変わらずに、今回も筋肉の爆発力と他の能力の相関を調べたんでしょ？まず2つの物事の関係性を調べることは、研究においてものすごく大切なことなんだが、今回の研究では、積率相関係数だけではなく、回帰分析も行ったんだぜ。回帰分析？今までの研究では筋肉の爆発力とカバディのプレイ能力に相関があることを証明した研究だったんだが、相関があるというのは関係性があるというだけで、因果関係の証明にはならないんだ。もうちょっと詳しく教えてマリサ。つまりさっきまでの研究を例にすると、筋肉の爆発力が高いからカバディのプレイ能力が高いとも言えるし、カバディのプレイ能力が高いから筋肉の爆発力が高いとも言えるんだ。なるほどね。そこで回帰分析は何を明らかにする分析なの？例えば今回の研究では、筋肉の爆発力やスピードが、カバディのパフォーマンスにどんな影響を及ぼしたかを明らかにして、各能力とカバディのパフォーマンスの因果関係を明らかにした研究だぜ。それはすぐに役立ちそうな知識ね。というわけで今回の研究について説明していくぜ。今回はインドのタミルナード州にある様々な大学の学生の中から、少なくとも3年以上のカバディ経験がある選手を無作為に244人選んだぜ。年齢は18歳から28歳なのね。その通りだぜ。そして今回もカバディのプレイ能力は3人のコーチによって評価されたぜ。その他に身長、体重、足の長さ、腕の長さ、50メートル走のタイム、柔軟性、足の爆発力、そして筋力はモディファイドシットアップという腹筋持久力は 2.4km のタイムで測定したぜ。それで、結果はどうなったの？まずは回帰分析の前に相関分析を行うんだが、その結果がこれだぜ。これはどこに注目すればいいのかしら？まずカバディのプレイ能力と特に高い相関を示したのは、スピードと足の筋パワーなんだぜ。特に足の筋パワーは、スピード、柔軟性とも高い相関を示したぜ。そうだったのね。そしてレイムが気になっている回帰分析の結果がこれだぜ。ちょっとよくわからないからポイントを教えてくれる？まず足の筋パワーだけで、カバディのパフォーマンス能力に 79.7% も影響を与えているんだぜ。もちろん他の要素と組み合わせると、与える影響力は変わるんだが、足の筋パワー、筋力、スピードを組み合わせたカバディのプレイへの影響力でも、足の筋パワーは 69.6% もの影響力を与えていたんだぜ。なるほどね。それじゃあまとめに入るぜ。カバディでは筋肉が大切なのは前回の動画で学んだけど、その中でも足の筋肉の爆発力が一番重要なのね。いやレイム。その結論に達するにはまだ早いぜ。実は今回紹介した論文では、ある重要なことが検証されていないんだぜ。重要なこと？俊敏性だぜ。なるほど。強い足の筋肉というのは、そのまま俊敏性にもつながる可能性があるものね。そう、だから次回はカバディと俊敏性の関連性について扱った動画にする予定だぜ。それじゃあ今回も、ご視聴ありがとうございました。取り上げてほしいことがあったらコメントくれだぜ。